では、おさん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日のテーマがですね、はい、与えて帰ってくる人と帰ってこない人の違いっていうテーマなんですけど、よくすごい人たちとか成功されてる人の話の中で、自分が出したものや発したものが返ってくるっていうようなお話もよく聞くんですけど、その考えで言うと、お金持ちになりたいなら持ってるお金をどんどん使ってしまうみたいなのもありなのかなって思ったんですけどただ本当に絶対返ってくるのはみんな使いまくってると思うんですよ。でそう考えると、和尚さんの視点でその返ってくるとか、そのお金の使い方っていう意味ではどういう視点で捉えるのがいいと思いますか？損して得を取れって言葉あるでしょ。損するわけじゃないんだけど、得させてあげることができれば得っていうエネルギーが循環するんですよ。要は流れを作ることですよね。だから誰かとお付き合いするんでも、いいお付き合いがしたかったらいい流れを作っていくことって大事じゃないですか。だから気の流れを生むことなんですよ。でそれと同時でお金の使い方もみんなあるから使ってしまえっていうのは、もしその人が自分が得しようっていう思いでお金を使ってらっしゃるなら、自分は得するっていうことは相手は損してるっていうことになるんですよ。っていうことは損が回るんですよね。だからケチって使ってしまうとかって言ったら、自分は得してるけど相手は損してるわけですよ。だから気持ちよくお金を使えるっていうことは、相手に得をさせてあげるかどうか。ビジネスでもみんなそうです。商売でもね、結局お客さんが喜んでもらう、つまりお客さんが得してくれるんであれば、その得が巡ってきて自分にまた返ってくるっていう、その流れが出来上がるんですね。だから人付き合いでも一緒。その人が喜んでくださればまた来てくださるわけじゃないですかっていう、そういう付き合い。だから得っていうのは、損して得を取る、損じゃないんだけども得させてあげる気持ちになること。だからお金の使い方でも気の使い方でも、得をさせてあげようと思えばその得っていうのはずっと回ります。で喜んでいただければそれは巡り巡って、お金だけじゃなくって人の縁とか情報とか知識とか知恵とかっていうふうにして巡り巡って自分にまた巡ってくるんです。だから常に与える気持ちを持っていくことじゃないかな。そう考えると、とにかくお金を使ったら返ってくるっていうのは、逆に自分のお金を増やすことしか考えてないから、それは確かに返ってこないなって気がします。そういうことなんですよ。だから使うのも自分が得しようと思って使ってるようじゃ、それは巡ってこないですよね。ってことは相手は損してるんで、損のエネルギーが回ってくるだけ。つまり損するよって。そう考えると、そのキーの部分の考え方っていうんですかね、そのお金にしろ何をするにしろ、この自分の気の状態っていうのをこうしっかりやっぱ見とくっていうのも大事なんですかね。そうですね。自分の精神的な部分ですよね。気の状態をどう与えていけるかだと思うんです。そのために気っていうのは見えないエネルギーでしょ。ってことはそれを回すためには道具が必要なんですよ。それがお金っていう道具なのか、で他のもの、物々交換ならば野菜や果物でもいいし、お米でもいいですよ。どの道具を使って相手に渡してるかなんですよ。だから自分の気を運ぶ道具がお金というものなのか、他のものなのかっていうツールの違いなんじゃないかなと思います。確かにそう考えると、特にお金って身近の中で一番なんかこういろんな人に伝わっていくものというか、そうです。普段一番何か人に渡すものとかで多いジャンルの中で、確かにお金って結構人に渡すことが多いなと思うんですけど、そうですね。そう考えると自分の気が乗ったお金っていうのはかなりなんかその後のなんか展開というか、いよいよ変わってきそうですね。そうだから対価っていうものもお金なんですよね。だからお客さんが、もしくは友達が、例えばお菓子一つでもいいですよ。その友達が好きなお菓子、大好きなお菓子をどうぞって与えることによって、その人って喜んでもらえますよね。ところがその人が苦手なお菓子とか苦手な食べ物を渡すと、その人って嬉しくないですよね。ってことは嬉しくないが回るだけなんですよ。だから喜んでいただけるっていうことは、その対価がお金となって返ってきたりとか。だから商売やってる人でも、お客さんが喜んでくれるものを作り上げれば、それを渡すことができれば、対価としてお金をいただけるわけじゃないですか。だからそれが生きたお金っていうことなんです。そう考えると、それこそお菓子でもお土産でもそうですけど、なんかしないといけないから渡すとか、そうなってくると危ない循環があるかもしれない。そうですね。だから得、どっちを得を考えてるかっていうね。私をよく見てもらいたくって渡してれば、それは損さしてることになりますしね。
そういったことを考えながら使っていただけると、お金の循環っていうのもただ使うだけではなくて、どんな使い方ができているのか、いい使い方っていうのは相手が喜んでいただける使い方じゃないかな。一つのものを買うんでも、ただ物だけを買うではなくて、やっぱ私たち物を買うんでも人から物を買ってると思うんですよ。ね、もし自分が好きなものを買いに行ったって、そこの店員さんがなんかこう接客がすごい悪かったら、欲しくてももう買わないと思います。でもそんなに欲しくないものでも、そこの店員さんがいい接客をしてくれたり、気持ちいいね、なんか素敵やなって思うような心地いい接客してくれたら、そのものを買うと思うんですよね。それもやっぱり対価やと思いますし、だから人を喜ばしてあげよう、人が得するようなそのエネルギーを使うことができれば、そういうお金を使うことができれば、そのエネルギーはちゃんと循環して自分に返ってきます。だからいい流れを作ることじゃないでしょうかね。でこの動画はですね、続きがありまして、続きの内容としましては、よりそのキーっていう部分をよりちょっと深掘って、よりその和尚さんの視点のキーについてちょっとさらにお話を伺いたいなと思ってまして、この続きはちょっとメンバーシップとオンラインサロンの、限定の動画とさせてもらいますので、もしご参加いただける方はよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。You leave me notes before you leave, and lipstick on the bathroom mirror. The way you love could part the sea. I'm thankful that you want me, dear. Do you think about how these paths will lead us to somewhere? Do you think about traveling and growing old? A couple of kids when I was holding your hair back. Now we got our own future, our own stretch of road. 皆さん動画をご視聴いただきありがとうございます。オンラインサロンご祈祷の予約、各種イベントと YouTube の概要欄の方に貼ってございます。詳しくはね、そちらをご覧ください。皆さんとまたお会いできる時を楽しみにしております。ありがとうございました。